人物を撮影する際に一度に何人を同じ画面に入れればよいのか、どのように画角に入れればよいのかを考えるのがフレーミングです。今回の内容で何をカメラの画角に入れればいいのかの参考にしてみてください。1、シングルショット。シングルショットは単純に被写体を単体で画面の中に入れるショットです。その被写体のみに注目してほしい場合などに使われます。また単独で写すということで、その世界で隔離された存在や特別感のある存在として映し出す意味もあります。もちろんここにカメラをどれだけ寄るかやカメラアングルをどうするかでも印象が大きく変わりますので、それぞれ組み合わせていくと良いでしょう。そして一度に2人を入れたい場合はツーショットと呼ばれるフレーミングを考えていきます。2、ツーショット。ツーショットでは画面内に映った2人の距離感であったり関係性がある程度わかるように作られます。基本的に2つ以上の被写体がある場合はその被写体同士の関係性が現れます。恋愛なのか戦いなのか、一緒にどこかへ向かう仲間なのか、そのショットだけで関係性がわかります。またシングルショットのように見せかけて実はツーショットの形式を取る表現もありますので、映画などで探してみると面白いかもしれません。とこのように画面の中に何人映すかで2ショット、3ショット、4ショットなど増えていきますので、この辺は制限がなくなってきます。通常 4,5 人以上のショットになってくるとグループショットと呼ばれてきます。3、グループショット。2ショットでは2人の関係性を示すということを説明しましたが、これは被写体が何人増えても同じです。基本的にはそこに映る人たちがその画面内でどういう関係があるかを説明するようなショットになっています。とはいえ多くの人が登場するシーンはやはり迫力が出てきます。ここまでは人数の話でしたが、続いてはどのように被写体を収めるかを見ていきます。4、肩越しショット、オーバーザショルダー。人物の斜め後ろから肩や後頭部を画面の手前に入れた状態でその人物の目線にある別の被写体を写します。この時に中心となる被写体に注目を集めさせるためシングルショットと似ていますが、聞き手がいることを視聴者に理解させることができます。これは映画が発展した今の時代ならではの表現です。それぞれの会話に注目させるだけではなく、登場人物の視点で見せるやり方もあります。5、一人称視点 POV。 カメラの目線と登場人物の視線が同じという撮影方法で、登場人物が見る世界や臨場感を視聴者も疑似体験できるように撮影していきます。この時に一人称視点になるキャラクターが何なのかによってフレームやフィルターなども変わってきます。人間なのかカメラなのか、それともロボットの場合もあります。もちろん視覚情報だけではなく、効果音などの音声も登場人物に合わせて作られたりもします。6、インサートショット。インサートショットでは画面内に映した特定のものがストーリー上で何か意味があるものとして映していきます。ちなみに何か特定のものを映す際は、アルフレッド・ヒッチコック監督曰く、フレーム内のオブジェクトの大きさはストーリー上の重要度を反映すべきということを言っていたそうで、後にヒッチコックの法則と呼ばれたりしています。インサートショットを映す際には第三者の視点で映す場合もあれば、登場人物の視点で映す POV の場合もあります。さあ、ということで何をどの程度映すかでお互いの関係性やストーリー上の重要性を示すということが理解できたでしょうか。これらを参考に映画やドラマを見てみると今までにない気づきがあるかもしれません。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。今回の内容は文章でも確認できるようにしておりますので、ぜひともそちらもチェックしてみてください。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。